さて今回の下味冷凍は少ない品数で野菜たっぷりのメニューの11品、和洋中でバランスいい献立です。今回も時短できるように品数は極力抑えて献立しています。ラベルを貼ってメニューを記入したらバリエラに袋をセットして早速作っていきましょう。もも肉は余分なところをカットして一口大の大きさに切ります。野菜を美味しく取れるので私も子供も大好きで一瞬でなくなります。鶏肉を袋に詰めたらキャベツをカット、これも一口大の大きさに切ったら詰める。ちなみにキャベツの代わりに白菜でもいいです。玉ねぎは半分を薄切りより少し厚めにカットしたら詰めていきます。あとは調味料です。酒大さじ2、砂糖と醤油大さじ1、コチュジャン大さじ2、生姜チューブ小さじ1/2、ごま油大さじ1入れ忘れましたが、にんにくチューブも小さじ1で完成。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍は水で解凍しました。軽く整えて火は弱めの中火で蓋をする。途中お肉をひっくり返して火が通る直前でチーズを好きなだけ。息子が好きなので今日はたっぷりと。あとは蓋をして3分ほど。これで完成です。チーズが柔らかいうちに器に盛り付けてください。とっても美味しかったです。カレーって意外と手間がかかるけど、これはすぐできるレシピなのでよく作ります。玉ねぎをブンブンカッターでみじん切りにして、鶏肉は一口大ぐらいのサイズにカットしたら詰めていきます。あとは先ほどの玉ねぎを加えたら調味料です。トマト缶3分の2、にんにくと生姜チューブ2センチ、ウスターソースと砂糖大さじ 1.5 ずつ、カレー粉大さじ3、コンソメ大さじ1、これで完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管します。解凍は慎重したレンジで解凍。火は弱めの中火でバター 30g に牛乳 100ml 加えて蓋をします。時々混ぜて10分から15分煮込んだら完成です。濃厚なバターチキンカレー、とっても美味しかったです。ニラは他のメニューでも使うので 3,4 センチのサイズにカットしておく。キャベツは4分の1を一口サイズにカットします。ニンニクは生がおすすめです。2かけらスライスしたら豚肉を切ります。豚肉も一口サイズ。これは福岡が恋しくなった時によく作るレシピで、もつの下処理の手間が豚肉だとかからないのでとても便利です。ランダムに豚肉とキャベツとニラを詰めたら、スライスしたニンニクを入れて、あとは調味料です。鶏ガラスープの素、醤油、みりん大さじ1ずつ、ごま油とお味噌大さじ1、これで完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。解凍は水で解凍しました。ここに500から600ミリのお水を加え、火は弱めの中火で蓋をします。時々ほぐしながらお肉に火が通ったら完成です。メインのおかずにしてもスープ系に食事に添えても美味しいです。まずはじめにエビを片栗粉大さじ2から3入れて軽く揉み込んで水につけて少し置いておきます。その間に玉ねぎを薄切りにカットして袋に詰める。人参も切っておきます。短冊切りでカットして袋に詰めます。椎茸の代わりにマッシュルームにしました。スライスして詰める。あとは白菜を一口サイズにして入れます。豚肉も一口サイズに切ったら具材のカットはおしまいです。カットした豚肉と洗ったエビを袋に詰めます。鶏ガラスープの素小さじ1強、醤油とお酒大さじ1、ごま油大さじ2、砂糖小さじ1、お水 200ml 入れたらこれで完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。解凍は水で解凍しました。火は弱めの中火で蓋をする。この間に水溶き片栗粉を1対1で作っておき、煮立ったら回し入れ、とろみがついたら完成。あったかくて優しい味でとっても美味しかったです。なんでなんちゃってか分かった人いますか？さっきのもつ鍋風の時のニラを使います。豚肉を一口サイズにカットしたら、あとはもやしと
ニラ、豚肉を詰めます。順番のこだわりに特に意味はありません。それぞれ袋に入れたらあとは調味料です。醤油、砂糖、酒大さじ1ずつ、オイスターソース大さじ1/2分の1、これで完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。解凍は水で解凍しました。火は弱めの中火で蓋をする。その間に卵を2個溶いて火が通ったら入れておきます。煮すぎてしまったので皆さんは半熟になるようにお気をつけてください。失敗したけどとっても美味しかったです。ピーマンは冷凍すると繊維を壊すので苦味が減り子供が食べやすい。細切りにカットしたら詰めて、細切れはカットしなくていいので牛肉はそのまま入れるだけ。もやしも1/3入れたら調味料です。醤油とお酒大さじ2ずつと、みりんとお砂糖は大さじ 1.5、 これで完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管します。解凍は水で解凍しました。火は弱めの中火で蓋をします。今回は仕上げ前に火を中火から強火にかけて水分を軽く飛ばしてゆすったら完成です。ピーマンが美味しいと絶賛してくれました。長ネギの白い部分を3等分にして細切りにします。ひき肉は合いびき肉でも豚ひき肉でも OK。 袋に詰める。カットした白ネギともやしを入れたらあとは調味料です。鶏ガラスープの素大さじ1、コチュジャン小さじ1、味噌大さじ1、ごま大さじ2、これで完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。解凍はレンジで解凍しました。火は中火でさっと炒めていきます。そぼろが軽くほぐれたら調節豆乳とお水を 300ml ずつ入れて混ぜたら蓋をして煮込んだら完成です。お好みでラー油や薬味を入れても美味しいです。このパスタ大好きでよく作るんですが、昔あったファミリーマートのパスタ再現レシピ、ベーコンだったかウインナーだったかは定かではないけど下味冷凍にしてみました。ほうれん草をたっぷり詰めて、シーチキンと甘さが引き立つコーンは丸ごと入れます。お汁も入れて、ウインナーかベーコンはお好みで入れたらあとは調味料です。めんつゆ大さじ3、醤油大さじ2、砂糖小さじ1強、ごま油小さじ1、これで完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。解凍は水で解凍しました。火は弱めの中火で少し蓋をします。お肉が少ない分早めに具材が煮えるのでパスタを準備しておきます。パスタを入れて茹で汁をお玉 1.5 杯ほど入れて絡め混ぜたら完成。仕上げにバターをのせても美味しいです。お次はマッシュルームをカット。他のキノコでもいいです。玉ねぎは薄切りに、半玉分にスライスしたら袋に詰める。豚肉は一口サイズにカットしてこれも袋に入れます。白だし大さじ1、めんつゆ大さじ2、にんにくチューブ 2,3 センチで完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。解凍は水で解凍しました。火は弱めの中火で蓋をする。煮立ったらすぐ煮えるのでパスタを入れて茹で汁を2杯ほど入れてネギを散らしなじませたら完成です。とっても美味しかったです。八宝菜で下処理しておいたエビでフリッターを作ります。エビと冷凍しておいた刻みにんにくを2かけら分入れたら調味料、酒小さじ2、片栗粉大さじ3、ごま油大さじ1入れたら卵を溶いて1/2分の1ほど入れるんですが、1個入れる場合は片栗粉大さじ1ほど増やしてください。解凍は水で解凍しました。揚げる直前に片栗粉を追加して揉み込み、170度で揚げます。箸を入れたら少し泡が立つぐらいから入れ始めるといいです。両面の中火でひっくり返して両面揚げたら油を切って揚げて完成です。オーロラソースでいただきました。美味しかったです。ブリが美味しい時期なので優しい煮付けを作ります。切り身を4切れほど入れたら酒、みりん、砂糖大さじ2ずつ、
醤油大さじ3、生姜チューブ 2,3 センチとお水 150ml。 生姜は生があればカットして入れてください。空気を抜いて冷凍庫に保管します。解凍は水で解凍しました。火は弱めの中火で落とし蓋をします。あとは煮立ったら気になる人はアクを取って火が通ったら完成です。油が程よくってとっても美味しかったです。すごいの見つけてしまったのでご紹介。シンク周りが狭くて悩んでいる方、半月型の一見普通の水受けトレーなんですが、実は3ウェイ。シンクにかけて水切りかごとしても使えて、受け皿を上にはめると台としてもまな板受けになるんです。コンロ横にまな板置いた時の余白がこんなに広がって、カットした後の野菜や配膳場所、これを置くスペースにできる優れもの。余白がストレスフリーって感動しました。シンクに丸くフィットするので悩んでいる方におすすめです。レンジは悩みに悩んで口コミを漁りまくり、シャープのプレンリーに新調しました。高額なオーブンの違いはメニュー数の違いと容量なので、動画に出演できなかったレンジから背伸びして中級にしました。シャープに絞った理由は解凍に特化したレンジです。これからは水で解凍しましたからレンジで解凍しましたが多くなると思います。解凍機能が感動的に優秀です。オーブンの紹介の時にチラチラしていた棚は今 IKEA で値下げされている人気のビリー。ずっと探していた理想の食器棚に低価格の2万円で出会えたことが最高です。この色はウォルナットの棚と扉はブラックのスモークガラスをつけないでそのまま透明にしました。ビリーは IKEA の人気商品の中でも組み立てが比較的楽です。なのでカップボードや食器棚や本棚として探している方におすすめです。で、画面上下しすぎました。今週はこのレシピで慌ただしい一日を過ごしました。勉強と家事でなかなか動画が思うように上げられなくて申し訳ないのですが、今年に入り急激にチャンネルが伸びて気づけば2万、いえ 2.5 万人もの登録者が増え感謝です。なぜ伸びたのか自分で分析したんですが、きっと皆様がありがとうとか応援コメントを動画につけてくださったこと、あとは願掛けしてくださったおかげなんだと思います。本当にいつもありがとうございます。感謝です。それでは皆様にまたお会いできますように。ご視聴ありがとうございました。